はい、こんにちは。革靴の健です。本日はですね、この機種のナンバーワン、小一の中物をやっていきます。この前の動画でナンバーワンとナンバーツー、どっちもすくい縫いを終わらせました。こんな感じでぐるっとベルトを縫い付けてます。横から見るとこんな感じで、今回は今ここ中底見えてますけど、ここにコルクとかを入れて、この後ソールを貼り付けるので、その前あたりまでやっていきます。この中底とかこのベルトの裏とか靴になっちゃうとね、絶対見えないところなので、しっかりどんな風に中物を作っていくのかを撮影したいと思います。まずはこれですね。これちょっとまとめてあるんですけど、これはですね、このすくい縫いをするためにここ段差があります。この段差の元っていうか、段差にするために切った皮ですね、こいつを貼り戻して、ここすくい縫いが見えてるんですけど、これをね埋めていきます。次は、この靴ベベルドウエストにします。このベルトを幅を細くしてね、ウエスト部分細く見えるようにしていきます。こんな感じでウェルトを半分に切りました。で、今これウェルト厚み 3mm ぐらいあるんですよね。で、この端っこの厚みを薄くしていきます。はい、ウェルトこんな感じになりました。わかりますかね。ここまではウェルトの厚みがしっかりあるんですけど、ここからグッとなくなるんで、もうほとんどアッパーにくっついて見えなくなっちゃってますね。で、次はコルクですね。この木型のこの底面なんですけど、これがもう足だとすると、この部分、この辺りですね、横アーチのサポートするためにこうグッと押し上げるような木型になってるんですよ。つまりへこんでるんですね、ここが。なのでこの部分だけ先にコルクを入れておきます。ウエスト部分だけね。これでしっかり横アーチサポートを作ります。この部分まだへこんでいるので、もう一枚貼っておきます。したらこんな感じで段差になってますね。これ削っていきます。で、次にこのウエストの部分ね、シャンクを入れます。靴はヒールとこのソールのこの辺で設置するんで、この辺がこう落ちてこないように支える役割のシャンクです。腰骨で、腰骨の素材は竹でいきます。竹です。竹で想像してみると分かると思うんですけど、すごくしなりますよね。なんですが折れないですね。特に縦にこう斧でパンってやるとパカッて横に割れるんですけど、縦ってすんごい繊維が強いんですよ。なので竹を縦に使ってここにねシャンクを入れます。竹はもともとこう長かったんですけど、こういう風に切って、これをさらに半分に割って薄く削って、こんな感じですね。で、これ焦げてますけど、火で炙ってこう曲げてウエストの形状に沿うようにしてあります。硬いんですけどしなりもあるので、この靴の中に入れるにはかなりいい素材ですね。結構この動画では鉄のシャンク入れることが多かったんですけど、鉄のシャンクでもいいんですけど、こっちの方が軽量っていうメリットがあります。そんなに変わんないんですけどね。なんか気分的にね、竹が入ってる靴っていうのは
なかなか珍しいので、おそらくビスポークシューズでしかやらないようなあれなので、キッシュの靴は基本的には竹でいこうかなと思ってます。この部分に貼り付けます。コルクの形を切り出します。コルクは板コルク使ってますので、こんな感じにソールの形に切り出します。じゃあコルクを貼ります。削っていきます。まずは包丁で大雑把に削っていきます。コルクを削ってこんな感じに中物ができました。ウエストの部分は少し盛り上がってますね。でこの前部分はなだらかになるように削ってあります。それで次ここにねソールを貼っていくんですが、でこのソールオークバークですね、ドイツのマルチンっていうメーカーのやつでかなり硬いですね。曲がるんですけど、こう包丁の入りがねかなり硬いんですが、その分しっかり耐久性があります。でこいつをまずはこんな感じでソールの形状にカットしてからソールを貼る前の加工をしていきます。ソールがカットできました。なんか裏にはスタンプついてますね。で裏にこんな感じでちょっと線を描きました。ぐるっと一周。この今線を描いた外側の部分を少し厚みを薄くしていきます。これなんでやるかというと、ソールの端っこを少し薄くしておいた方がソールの形状が後々綺麗になるんですよね。本当にわずかなところなんですが、しかもソールって履いちゃうとね見えないんですけど、そこは綺麗に仕上げるための下準備です。結構ソールが硬いんでね、これ削るのが大変なんですが、しっかりやっていきます。中物こんな感じですね。綺麗にコルクが埋まってます。
なみにかかとの部分はこんな感じでアッパーを少しヤスリで削って糊が接着できるようにして、ここにソールは直接貼っちゃいますね。これがソールですね。この周りをぐるっと少し薄くしてあります。で片っぽまだやってないんですけど、こっちと比べるとね、この厚みの違いがちょっと分かると思います。こっちがやった方、こっちがやってない方ですね。この端っこの厚みが違います。ほんの少しの差なんですけど、この下準備をしっかりやっておくとソールが綺麗に作れるので、地味でなかなか大変なんですけど、すごく重要な作業ですね。この靴の中身っていうところも知ってると、履いてる時にね、この靴の中身こんな感じだなって思いながら履けるんで新たな革靴の楽しみ方が増えるんじゃないかなと思います。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。